今回は石垣島出身の友達と巡る島散策完璧コースと沖縄本島の1日一人旅の様子をお届けします。本当に楽しい2日間だったので参考にしてください。まずは空港から約20分の八重山屋志群楽というところにやってきました。島を巡るには車あった方が便利かなと思います。こんな感じの素敵な写真が撮れました。入り口にフルーツジュースを飲めるところがあって本当に美味しかったです。私はミックスジュースをオーダーしました。そこから車で2分ぐらいのシーサー農園というところにやってきました。入場無料で作家さんが作った大きなシーサーをたくさん見ることができます。全部カラフルで可愛くって写真映えすごくするなと思いました。こんな感じです。次に車で12分ほどのところにある川平公園にやってきました。今回のメインのガラスボートを川平湾で乗ります。あいにく曇りだったんですが水がすごく綺麗で感動しました。こんな感じでボートの底のガラスからサンゴ礁とか魚が見れます。この日は隠れ熊の実が見れたり、運が良ければウミガメも見れるそうです。すぐそばにあるサーターアンダギー屋さんにやってきました。友達曰くここが一番石垣で美味しいとのことです。サーターアンダギーとアイスを食べて、その後車で20分のところにあるふさきビーチにやってきました。沖縄らしいお花がたくさん咲いていてめちゃくちゃ素敵でした。隣接しているホテルにあるこのバーも一般の方も利用できるみたいです。ふさきビーチには桟橋とその先に鐘があって夕暮れ時には本当に最高だなと思います。石垣の波は結構穏やかでサーフィンとかよりも殺到している方が多い印象でした。このふさきビーチで夕日を見ながらサップをしている方もいらっしゃいました。いよいよお腹が空いたので夜ご飯は石垣牛を食べます。がっつきすぎて写真撮るの忘れました。すみません。でもこの右塩なんとかみたいなやつが一番美味しかったです。デザートは歩いてバナナカフェというところに行きました。頼んだのはウベのミルフィーユとバナナケーキです。いよいよ最後は石垣島で食べるおすすめの朝ごはんです。かなり人気で8時半で完売間近でした。こちらでは石垣名物の油脂豆腐を食べることができます。店内は満席で餅も少しありました。外観が石垣島っぽくて素敵でした。いろいろメニュー迷いましたが顆粒油セットにしました。友達は油脂豆腐セットで2人ともご飯かおかゆが選べます。最後に空港で八重山そばを食べました。滞在時間は短かったのですが本当に大満足のコースでした。ここからは沖縄本島で一人旅の様子です。行ったのはビビホテル国際通り店です。国際通りからかなり近くって綺麗で本当に良かったです。早速やちむん通りという焼き物のお店がたくさんある通りへ向かっていきます。雨だったのでこういうお店や国際通りを巡るコースにしていて良かったです。すぐに見えてきたのは器屋茶太郎さんです。こちらのお店はモダンな器もかなり多くてすごく可愛かったです。小さなお箸置きだったりとか一輪挿しだったりとか比較的お手頃なお値段のものも多かったです。通りを歩いていくと
こういう器を埋め込まれた花壇とか、壁にお皿が並べられたりとか、あとは屋根も沖縄らしい色で歩くだけでも可愛かったです。こちらのお箸置き、色が沖縄の海みたいですごく可愛かったので、おじいちゃんへのお土産に買いました。一つ400円ぐらいだったので、家族全員買っていってもいいぐらいかなと思います。こちらはぐまぐわさんです。とても可愛くてセンスのある器やコップがたくさんあって、最近流行りのちょっと北欧っぽいような雰囲気のものもあったりとかして、とても可愛かったです。こちらはなんねさんです。器もありますし、カフェとか、あとは沖縄そばも食べれるみたいでした。あとはこういう風に自分で器を作れるような工房があったりとかして、作ってみるのも素敵だなと思います。こちら一番行くのを楽しみにしていたやっちとムーンさんです。雰囲気がかなり可愛くって細かいところまで素敵でした。ちなみに行ったのは4月で、雨の日こんな感じの服装でした。こちらは八幡通りにある文化財です。昔のお家と、あとは焼き物がどんな風に作られたか、窯だったりとかを見学できました。入場無料でした。八幡通りは基本的に一本道にお店がたくさん並んでいるのですが、細い道に入っていくと意外と発見があったりとかして、すごく散策が楽しかったです。国際通りに戻って少し散策の続きをしました。こういう可愛い雑貨屋さんがあったりとか、あとはメインの国際通りの道から一本入った平和通りだったりとか、細い道に入っていくとアーケードみたいな感じで屋根があったので、傘ささなくってもお店が見れて、雨の日はかなりいいなと思いました。疲れてあんまりカメラ回せなかったんですけど、夜ご飯を買って帰りました。買ったのは沖縄名物タコライスです。ザ・タコライスハウスというお店で、最近できたお店みたいでした。店内はイートインもあって、若い女の子たちがかなり多かったです。テイクアウトももちろんできたので、今回はテイクアウトにしてホテルで食べました。さっき映ったアルミホイルに包まれてるものが温泉卵だったんですけど、私はなぜかじゃがいもだと思って最後に食べようと思って開けたら卵だったので気をつけましょう。デザートはフォンタナジェラートで雪塩味のジェラートを買いました。沖縄といえばブルーシールのアイスかなと思うのですが、意外と沖縄の本島たくさんお店がブルーシールのあったので、国際通りではちょっと他では食べれないアイスを選んでみました。あと少しで動画終わるのですが、今回初めて一人旅してみて、自由にどこでも見れるし、気を使わなくていいし、あとは経験にもなるし、すごい一人旅楽しかったなと思います。では今日のところは一旦就寝します。次の日の朝です。ホテルは朝食のパンとコーヒーがついていました。この日はドンキに行ってお土産を
見た後、空港の方に向かって彼氏と合流をします。ここからは後半戦、オープンカーを借りて、小売島の方にドライブに行って、その後、シュノーケリング初めて体験したり、ちょっといいホテルに泊まったりなど盛りだくさんなので、ぜひ次の動画も見ていただけると嬉しいです。では、チャンネル登録してお待ちください。バイバーイ。